こんちは。4G フィールドランキング通常編やっていきます。デコボコして戦いづらいと評判の 4K フィールド、その戦いづらさをランキングにしていきますよ。我々、ちょい前に1から攻略シリーズやってたんだが、その時に改めてやりづらさを実感してね。いつか企画にしてみたいと思ってたんだよ。この機会に感謝だ。今回はいわゆる通常のフィールドが対象です。火山だとか砂漠だとかそういう系ですね。闘技場系や専用フィールドなどは別でランキング作って動画にする予定です。専用フィールドって1マップしかなかったりするからね。普通のフィールドとは比べづらいんだ。というわけで早速やっていこう。企画スタート。第8位は原生林だ。つまり最も戦いやすいってことだね。登場時期は村さん、集会所にです。中盤に入りかけ、くらいのタイミングでしょうか。代表モンスはガララ原種やグラビ系ですかね。BGM はガラライメージになっています。全体的に段差と傾斜が少なくて素直なエリアが多い。目の前の相手に集中しやすい環境だよ。ギミックらしいものはエリア9の毒沼くらいだが、ここに入ったらもう相手瀕死だしね。エリア間のアクセスも良い方だと思います。高低差こそ多少ありますが。ベースキャンプから3、2と3間のショートカットがあり、柔軟に移動ができます。もうここまでの表で大体ランキング見えてきたと思うが、何もないのが一番やりやすいってこったね。難点があるとすれば、エリア3の中途半端な段差かな。ここだけ平坦な部分が狭めなんだよね。走り回るタイプの相手だと追うのがしんどいですね。攻防ともに事故りやすいです。なんなら即肥やしてもいいくらいです。周りのエリアは戦いやすいですからね。エリア8は狭いからちょっと面倒だけど、4や5に行ってくれたらありがたいよね。というわけで、あらゆる相手と戦いやすいフィールドだ。第8位はここで間違いないと思うね。暑さ寒さもありませんしね。ここが選ばれてたらちょっと嬉しいです。第7位は氷海。ここも比較的戦いやすいと言える。登場時期は原生林の少し後です。ここから寒冷への対応が求められますね。BGM のモチーフはザボアザギルですね。水や氷属性モンスターが代表格となります。ここの評価も、基本は原生林と一緒かな。平坦で素直な地形してるよ。主戦場になるエリア2や7が広めなのもポイント高い。大きく移動するやつが多いからな。地味ですがエリア1もいいマップです。あんまりここで戦うことないですけどね。その一方、氷海はエリアごとの落差が激しくもあります。3とか4はかなり戦いづらいですね。傾斜があったり狭かったりだね。クシャルとかこの辺で戦うイメージあるわ。ここ、頭をピンポイントで狙うの難しいから、クエ難度以上に戦いづらく感じるんだよな。休眠で4に訪れる分にはいいんですけどね。ここばかりになるのはやめていただきたいところです。ただここを除けば大体やりやすいので、フィールドの評価としてはこの位置ですね。氷海から受ける印象自体は悪くない。結局はどこで戦うか次第かな。出現モンスは面倒なのが多いが、それは置いとこうか。第6位、天空山。天空山じゃないらしいぜ。フィールドとしては後半に登場します。火山と同じタイミングですね。非常に高い場所にあるみたいですが、特に寒さを感じたり、ギミックはありません。ここもマップによってかなり戦いやすさが異なる。その意味では砂漠ヒルに似てるかも。低地であるエリア1、2、6、7あたりは戦いやすい。6が初期位置のやつも多いしな。ここはウーガやコントンゴマのイメージありますね。この子らは6から7に行くことも多いですし。5番は高い台が非常に邪魔ですが、戦いなくもありません。一方、高い場所にある3と8はかなり戦いづらい悪地形だよ。3はとにかく1区画が狭い。登るにはツタが必要だし。8番はモンスの攻撃により斜面が発生。ほっとくと流されるクソ仕様でございます。ここでのレウス戦は苦痛の一言。さっさと肥やしてしまいましょう。8は飛行モンスの休眠エリアになってるけど、高いから追いかけるのも面倒なんだよね。たまに3でガブラスにどつかれたりするぞ。大パン不可避だね。ただ、低地の安定感はあるので、全体としてはそこそこの評価に落ち着きますね。後半のフィールドのはずなんですが、特に難しさとは比例しないようです。第5位は旧砂漠ヒル。砂漠は昼と夜で別マップ扱いだよ。4G から復活したフィールドですね。昼夜で別扱いなのはここだけです。この辺は開発事情でしょうね。地形はほぼ流用でいいわけですから。昔とはだいぶ地形変わってるけど、どうやら天変地異が起きた設定みたいね。肝心の戦いやすさだけど、それなりに良好だよ。主戦場の7番が広くて平坦なのが偉い。中央の岩が壊れると流差が出現しますが、そこさえ注意すれば両マップですね。その他は1番も比較的おとなしめです。
レイヤー氏とよく戦ってるイメージあります。一方で、エリア2とエリア5は最悪の地形。斜面と流砂が襲い来るぞ。エリア2といえば、当時だいぶネタにされましたね。リアルの砂漠はこんな感じ発言。これは、開発とユーザーのズレをよく表しています。誰もゲーム内で本当の砂漠なんて感じたくないので。砂丘の頂点付近での意図しない事故が怖いね。この辺はワイルズの砂原でも感じられるぞ。ただまあ、他のエリアで削れば済む話だから、極端にフィールドの印象を悪くするものでもないかな。だいたいエリア7が初期位置だったりしますからね。ここで戦闘を始められるのはいいと思います。休眠エリアに行ったらすぐ始末したいところ、こんなとこでまともに戦えませんので。第4位、指定洞窟。ここに来て序盤のマップが登場だ。遺跡平原の次に行くマップですね。全体的に暗いフィールドです。ここは鉄かぶらの印象が強いです。ドスゲネやゲリョスといった中堅どころが揃います。ここ、全体的に狭いんだよな。2とか3が特に。開けた場所の8や9には斜面と段差。わかりやすい両マップが少ないよ。強いて言えば4や6はまだいけますけど、快適とは言い難いですね。何より面倒なのがその高低差です。最下層からキャンプまで戻るのは至難の技。個人的に8から登って6に出るのが気に食わん。4に繋がっててもよかったのでは。こんな感じで全体的に面倒くさいマップってイメージだわ。いけるのはかなり序盤なんだけどな。救いといえばそこまで強い相手が出ないことです。後半はあまり行く機会もなくなります。一番強いので極限ティガくらいか。あんまりヤバいクエの舞台になってないよね。まあ、フィールド自体の戦いづらさは変わりないけど、その影響を受けづらい環境ではある。4と6でツタハメができなくもないですしね。順位はこの辺りが妥当でしょう。正直、若干影が薄いフィールドではあります。やっぱ狭いのが原因なのでは。第3位、旧砂漠の夜。昼から2ランクアップだ。悪い意味でな。当然ながら昼と同じ砂漠なので、基本的な作りは変わりませんね。ただ、一部に重要な変更があります。一番はエリア7の岩が最初から壊れてますね。エリアの後半に流砂地獄。実質動けるのは半分くらいに制限されてるよ。砂漠昼が5位の理由は、大半がエリア7なんだけど、ここが悪地形なのは困るよな。このフィールドのいいところ、完全になくなってますよね。違いを持たせたいのはわかりますが。ただ、便利になった変化もあります。3と7が直接移動できますね。湖の水位が下がるみたいだね。砂漠の湖、干上がってなかったのか。あと、解約されたエリア7だけど、それでも多少平坦な部分は残ってくれてるね。マップの北側付近にいれば普通に戦えますね。昼のように、とはいきませんけど。主戦場の地形って大事だね。2位以降、大丈夫かな。第2位、遺跡平原。まさかの初期マップがワースト2だ。BGM だけはいいことでおなじみのマップです。中型から極限まで色々なモンスが出現。ここ、平原とついてはいるんですが、平原と呼べるのはせいぜい3エリアです。ここはとにかく地形も悪けりゃアクセスも最悪。まともに戦えるのは1と2くらいかな。最悪なのが主戦場の一つであるエリア4。段差と傾斜地獄でまともな場所がどこにもない。中央の橋が壊れても全く好転しませんね。ここの傾斜、かなり角度がきついです。特に G 級以降、ここでラーちゃんとよく戦うのですが、地形のせいでかなり面倒なクエになっています。ここは初期マップらしく、4要素が盛りだくさんだ。それがそのまま悪さしてるね。どこ行っても段差に傾斜、そして死ぬほどある高低差。7番とか最悪だよねほんと。エリア3が初期位置ならマシなんですがね、4や7に逃げられるとがっかりします。これはもう、コンセプトが悪いと言わざるを得ません。ハンター側の強化が全く足りてないです。背景だとメッサ平原広がってるんだけどな。あっちで戦わせてくれよ。栄えある第1位は地底火山。遺跡平原を抑えてトップだ。ここは地底洞窟に溶岩が満ちたもの。そのため構造は全く一緒です。ということで、地底洞窟の欠点を引き継いでいます。狭い、段差あり、傾斜あり、高低差あり。それに加えて暑さ、地形の熱溜め、間欠泉、全ストレス要素が重なったフィールドだね。登場が一番遅いってのはあるんだろうけど、歴代火山でも相当やばい構成してると思うね。主戦場はだいたい2か8になりますけど、まあどっちも悪地形ですね。背景が溶岩なので、モンスだけ侵入して時間稼ぎも、ほんと何でもありですねここは。唯一褒められるのは、6番がシンプルになったことかな。スタハメは利用できないけどね。あと、ここを舞台とするクエストは、難しいものが多いってのも特徴かな。火の国をはじめ、面倒な二等区への印象ありますね。全体的に強大な敵が多いです。飛び回るモンスを追いかけるのも大変で、
制限時間との戦いとなります。4時代、お守り堀といえばここだったけど、4G では砂漠夜に取られたところあるしな。ただただやばいとこになっちゃった気がする。どうすんだよこのフィールド。振り返ると色々詰め込みすぎですね。設定とかは面白いんですけども。以上、通常フィールドのランキングでした。まあまともなとこ少ねえよな。もはや、いかに平坦なとこが多いかランキングですからね。実際そうなんで仕方ありませぬ。傾斜と段差、モンハンとの相性悪いと思ってます。あって当然みたいな顔してますけど。高低差もだいぶ面倒なんだよね。この時代ファストトラベルないし。4G の後に、モンハンクロスでいろんなフィールド復活したけど、4K のマップいらねえなって思ったし。スタイルがあったからまだごまかせましたけどね。初期マップの古代連がまず平坦でしたね。おそらく、というかまず間違いなく、この点はギルクエ評価を押し上げていると思います。総合すると、未知の樹海が一番まともだからな。紫と顆粒差とか生成具合によるけど、樹海でも選ばれるのは川掛テンツタばっかり。つまりそういうことなんだよね。モンハン、気持ちよく狩るゲームですからね。突き詰めると絶対こうなります。ライルズも若干その系譜を引きずってますね。隔ての砂原くんは魔改造後の旧砂漠に似ています。あの砂丘付近の戦いづらさと言ったらね。だからレナウめんどいんだよ。繰り返すけど、我々別にリアルに近い風景で狩りしたいなんて思ってないんだよね。ストレス感じたらフィールドごと嫌いになりますもんね。本末転倒な気がします。ただ、最近は段差と傾斜は抑えめだなと感じるので、その点では安心ですかね。次の砂漠はどうなることやら、丘はもういらんぜ。ほいじゃ、次の動画で。またね。